皆さんこんにちは。Japanese Podcast with Hana へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？日本は今ほとんどの会社員の方々が夏休みの期間です。みんなどこかへ出かけたりと夏休みを楽しんでいる方が多いかなと思います。私はもうすぐおばあちゃん家、祖母の家に行く予定です。おばあちゃんの家は田舎にあるので、日本の田舎の雰囲気を味わうのがとても楽しみです。私は最近、初めてハイキューという漫画を読み始めました。オリンピックでバレーの試合を見て、そこからちょっと読んでみたいなと思い始めて、読んでみることにしました。皆さん、ハイキューという漫画とかアニメご存知ですか？アニメ化されているので結構知ってる方は多いかなと思います。とても人気の、作品です。私は今3巻読んだんですけど、もう1巻目からめちゃめちゃ面白いなと思って、なんで今まで読んでこなかったんだろうってちょっとだけ後悔してます。高校生の頃にバレー部の友達がいて、その子にずっと、読んでとかアニメ見てとか言われてたんですけど、一回も見たり読んだりしたことがなくて、で今初めて漫画を読み始めました。なので、もうこれからが楽しみです。さて、今回のテーマはお盆です。皆さん、日本のお盆という言葉を聞いたことがありますか？お盆というのは仏教が日本に伝わってきて、そこから取り入れられた祖霊という祖先の霊を迎える行事です。年に一度祖先の霊たちが、私たちのもとに帰ってくる期間と言われています。例えばメキシコの死者の日 Day of the Dead、 それか、スペイン語だと Dia de Muertos というと思います。これに似ているものです。その霊を迎え入れる行事という意味ではこれに似ていると思います。このメキシコのものは、知っている方が多いかなと思います。日本でもこういったものがあって、それが、お盆と呼ばれる期間です。これがだいたい7世紀頃なので、今から1300年ぐらい前に日本に伝わってきたものとされています。今現代では、お盆には多くの人が家族で集まり、この、祖先をお迎えするという行事を行います。今年の2024年のお盆は8月13日から16日の4日間ですが、一部の地域では7月だったり9月にこのお盆という期間がある地域もあります。ではこのお盆と言われる期間にどんなことをするのかですが、まずはそのお家にある仏壇というものがあるんですけど、それを飾り付けしたりします。すべてのお家に仏壇というものがあるわけではないんですが、例えば祖母の家とかにある方が多いかなと思います。それをきれいに掃除して、お供え物と言われるお菓子だったり線香とかを準備しておきます。そしてそのお盆の期間、今年だと8月13日から16日の、期間にお墓参りに行きます。お墓参りに行って、お墓も、きれいに掃除してお花を、あげてといった感じで祖先をお迎えして、そして家族みんなでご飯を食べてといった感じです。こういった感じで、日本ではこの家族が集まって祖先を迎え入れる期間、お盆というものがあって、とっても大事な伝統的なものになります。そしてお盆はいろんなお祭りが開催される時期でもあります。例えば盆踊りというお祭りを行う地域がたくさんあります。だいたい会場の真ん中にステージがあって、そのステージを囲むようにみんなが曲に合わせて踊ります。これはその自由に踊るのではなくて、振り付けとかもあって、みんなで円になってゆっくり動きながら踊ります。
その踊りを練習した人たちがパフォーマンスするとかではなくて、誰でも参加しながらみんなで楽しくやるといったところが多いかなと思います。私は子供の頃はそういった盆踊りとかはあまりしなかったんですが、お祭りにはいつも屋台があって、その屋台で何かご飯を食べたりお菓子を食べたりっていうのが好きで、こういったお祭りには行っていました。屋台っていうのはストリートフードで、そのお祭りの時にだけ出現します。日本のこういった屋台はその期間限定、お祭りの時にだけあるっていうのが一般的かなと思います。私が好きなのは、卵せんべいと呼ばれるやつで、薄いそのせんべいに目玉焼きはサニーサイドアップの卵を乗せて、あとソースとマヨネーズかけて、あとは天かすというものがあるんですけど、それを乗せたものです。めちゃめちゃシンプルなものなんですけど、これが美味しくていつも食べてました。そしてこれ食べるのが意外に難しくて、その平たいせんべいなので、なんか卵を落としてしまったりということがよくありました。そして口の周りがソースとかマヨネーズだらけになるみたいなことがちっちゃい頃はよくありました。でもこういうのが楽しくていつも食べてました。あとおやつにベビーカステラと呼ばれるカステラがあるんですけど、これももう絶対食べてました。これも私のお気に入りです。ベビーカステラとかだと、なんかカフェとかそういった専門で売ってるお店も多分あるので、普段でも食べようと思ったら食べれるものになります。こんな感じで屋台料理が食べたくて私はお祭りに行ってました。他にも屋台とかだと焼きそばとか、あとは唐揚げとかポテトとか結構何でもあります。お祭りでは、そういったものが売られていたりします。あとお祭りの最後には花火大会として花火が上がったりもします。夏といえば花火大会というのが日本人の中にはあると思います。そのお正月、1月1日ニューイヤーズデイとか何かの記念日とかセレブレーション的な感じで花火を上げるのが他の国では多いかなと思うんですけど、日本では花火といえば夏といえば花火です。なぜ日本では夏に花火大会をするかというと、これも一つの理由としてはお盆が関係していると言われています。そのご先祖様をお迎えしたり送り出したりする際の目印として迎え火、送り火とかっていうのがあるんですけど、この一環として花火を上げるケースもあるみたいです。最近ではそういったものはあまり関係なく、花火大会としてそれを、豪華に盛り上げる、お盆とはあまり関係ない方向になってるんですけど、普通に花火大会がいっぱいあるのはこういったお盆とかのそういった伝統などが関係しているとも言われています。あとはその日本で初めて花火大会が行われたのが夏だったので、それがずっと定着していって夏に花火大会がよく行われるようになったと言われています。今回は日本のお盆、そして夏祭りなどについてお話ししてみました。皆さんの国ではこういった祖先を迎え入れる行事だったり、夏といえばこれみたいなものはありますか？もしあればコメントでぜひ教えてください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。